クレーム男児を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はクレーム男児を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ふわふわ濃厚で美味しいクレーム男児を作っていきます。今回はですね、手軽に水切りヨーグルトを使って作っていきたいと思います。さらにですね、このクレーム男児にぴったりないちごソースも一緒に作っていきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにクレーム男児の材料からご紹介します。材料はこちらです。プレーンヨーグルト、生クリーム、レモン汁、グラニュー糖、こちらの4つの材料で作っていきます。まずヨーグルトはですね、無糖タイプのものを使用してください。そして生クリームは動物性の 35% のものを使用していきます。こちらはお好みのものを使用していただいて OK です。もしね、濃厚にしたい場合は 40% 台の生クリームを使っていただくといいかなと思います。ちょっとね、糖質を抑えたい場合はラカント S などを使っていただくといいかなと思います。では続いていちごソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍いちご、グラニュー糖、レモン汁、こちらの3つの材料で作っていきます。いちごソースに関しましては電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介します。今回はですね、冷凍のいちごを使うんですが、こちら冷凍のね、ラズベリーだったりとか、あとはブルーベリーを使っていただいても OK です。お好みの冷凍フルーツで作ってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、このクレーム男児っていうのはフロマージュブランというね、フレッシュチーズを使っていくんですけれども、今回はそれをプレーンヨーグルトで代用していきます。こちらをね、水切りして使っていきたいと思います。なので最初に水切りしたいと思います。まずはね、こういったザルと、あとはボウルを用意してください。ザルをボウルの上に置いて、そしてここにキッチンペーパーを敷きます。キッチンペーパーはね、1枚で OK です。そしてここにヨーグルトを入れます。よいしょ。で、軽くね、ペトペトっとして、このようにしたら上にもう1枚ね、キッチンペーパーを敷いてください。そしたらですね、上に重しになるようなお皿などを乗せて、ちょっとこのお皿だけだと軽いので、こういった容器をね、さらに上に置いておくといいかなと思います。それではこのまま1時間水切りします。それでは水切りしている間にいちごソースを作っていきます。まず耐熱のボウルにいちごを入れましょう。そしてここにグラニュー糖を入れます。あとはレモン汁も加えます。そしてこれを一度混ぜましょう。はい、OK です。それではですね、こちらラップをしない状態で電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、3分加熱しました。加熱するとですね、少しね、こういったアクが出てくるので、これはね、スプーンで取り除いてください。はい、ざっとね、取り除いていただければ OK です。そしたらね、このいちごを潰しましょう。あとね、グラニュー糖もちょっとシャリッとしてると思うんですけれども、これもね、しっかり混ぜて溶かしてください。はい、OK です。それでは最後仕上げにもう一度電子レンジ 600W で今度は2分加熱します。この加熱する時なんですけれども、ボウルが少し小さいと吹きこぼれやすいので、少しね、余裕のあるボウルを使うようにしてください。では加熱します。はい、2分加熱しました。今2分加熱したんですけれども、1分ぐらいすると吹きこぼれそうになってくるので、そしたら一度扉を開けて一旦沈ませてまた加熱し続けてください。なのでね、皆さんも必ずレンジの中をね、チェックしながら加熱するようにしてください。それではね、またね、ちょっとアクっぽいのが周りに出た時はそれを軽く取り除きます。そして混ぜましょう。はい、いちごソースはこれで完成です。もう少しね、とろみをつけたい場合はプラス1分から2分ぐらい加熱してみてください。冷めるとね、少しとろみがつくので、気持ちね、ゆるいぐらいで大丈夫かなと思います。ではこちらを冷まします。ではこちらのね、水切りしたヨーグルトを取り出します。はい、このようにクリームチーズのような仕上がりになってます。それではこちらをボウルの中に入れます。よいしょ。はい、こんな感じです。そしてこちらを一度ね、しっかり混ぜましょう。滑らかな状態にしてください。今回はね、普通のプレーンヨーグルトを水切りして使ったんですけれども、こちらギリシャヨーグルトなどを使っていただいても OK です。その場合は水切りせずに使ってください。
はい、OK です。このように滑らかになるまでしっかりと混ぜてください。それではね、水切りヨーグルトもできたので、クレームダンジを仕上げていきたいと思います。まずですね、ボウルを氷水に当てて、この中に生クリームを加えます。そしてグラニュー糖を入れましょう。こちらはですね、だいたい7分立てぐらいですね、ジュンと角が立つぐらいまで泡立てていきます。はい、このように角が立つまでしっかりと泡立ててください。それでは生クリームとヨーグルトを合わせていきます。まず水切りしたヨーグルトの中に生クリームを1すくい入れてください。そしてよく混ぜましょう。はい、 OK です。そしたらまた1すくい入れます。そして混ぜます。はい。で、このようにね、2回ほど混ぜたら、今度はね、生クリームのボウルの方に移し替えて混ぜていきます。そうすることで混ぜムラがなくなります。では全部入れましょう。そして今度はね、ゴムベラでふわっと混ぜていきます。はい。このようにふわっと混ぜてください。そしたら最後、ここにレモン汁を加えます。そしてふわっと混ぜましょう。はい、混ぜ終わりました。このようにね、しっかり馴染むように混ぜてください。それでは最後の仕上げですね。こちらをもう一度水切りします。そうすることでとても濃厚な仕上がりになります。先ほどと同じようにボウルとザルを用意して、そしてキッチンペーパーを敷きます。そしてここに生地を入れます。はい、そしたらまたキッチンペーパーで表面をかぶせます。そして上からもキッチンペーパーを1枚重ねてください。こちらも先ほどと同じようにまたね、上に重しを置きます。はい、こんな感じです。ちょっとね、2回目は重めにね、重しを置いてください。それではこのままね、冷蔵庫で1時間水切りします。はい、1時間水切りが終わりました。ではキッチンペーパーを外します。はい、先ほどと比べるととても濃厚な仕上がりになってます。では最後ね、スプーンですくって仕上げます。はい、すっごくふわふわです。はい、このようにふわふわに仕上がってます。それでは最後、こちらいちごソースをかけます。先ほどはね、シャバシャバしてたんですけれども、冷めるとこのように少しとろみがつきます。ではかけます。これで完成です。はい、これでクレームダンジュの完成です。こんな感じに仕上がりました。とても濃厚でふわふわに仕上がってます。そしてこちらが冷凍いちごで作った手作りいちごソースです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。もうすっごくふわふわ濃厚です。甘さもですね、このいちごソースと食べてちょうどいいですね。美味しい。すごくね、濃厚でかつさっぱりしてますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のクレームダンジュのポイントです。まずですね、今回水切りヨーグルトを使っていただくことでとても手軽に作ることができます。このね、ヨーグルトを水切りする時なんですけれども、水切りする時は上に重しをしていただくことで1時間でしっかり水切りすることができます。なので前日にね、水切りしておく必要もないので気軽に作れるかなと思います。そして水切りしたヨーグルトはですね、滑らかになるまでしっかりと混ぜるようにしてください。そして水切りしたヨーグルトと生クリームを合わせる時なんですけれども、こちらはですね、数回に分けて混ぜるようにしてください。そうすることで均一に混ぜることができます。そして混ぜ終わった後なんですけれども、もう一度1時間水切りしてください。そうすることで余分な水分が出てとても濃厚な仕上がりになります。そして今回はですね、冷凍いちごでいちごソースも簡単に作りました。今回私はね、いちごを使ったんですけれども、こちらブルーベリーとかミックスベリーとかマンゴーとかね、いろいろ冷凍フルーツは売ってると思うので、お好みのフルーツで作ってみてください。このジャムを作る時の注意点としては、小さい容器でね、加熱してしまうと結構吹きこぼれやすいので、吹きこぼれには十分注意しながら作るようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ふわふわ濃厚でとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はクレームダンジュを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。